水車の回る音、水車小屋の石臼で引くそば粉、青空の下広がるそば畑、打ちたてきそばのほのかな香ばしい香り、いろりの炭で焼く豆腐や川魚。今年も残すところわずかとなりました。お正月の準備でお忙しい中、昭和レシピチャンネルをご覧いただきありがとうございます。大晦日といえばやっぱり年越しそばですね。私が日本に戻ってきて今年で3度目の年越しになりますが、最初の年越しはお母さんにそば打ちを習いました。その時の動画もぜひご覧ください。さて、今日ご紹介するお蕎麦は香り高い風味と独特の食感、創業33年、岩手県平庭高原の手前、葛巻町江刈川にある森の蕎麦屋。ちょうど私が妻と結婚し、お盆に久慈へ帰省するようになった頃にオープンしたお店です。当時は三陸自動車道もなかったので、東北自動車道の盛岡で降り、そこから平庭高原を抜けるルートでしたので、ここを通るたびに看板が気になり、私の両親を連れて寄った忘れられない場所でもあります。30年の時を経ても変わらない味。今年平庭高原の闘牛を見に行った帰りに久しぶりに寄ることができました。場所は9時から行く場合は盛岡方面へバスで行った場合、平庭高原の一つ先の江刈川というバス停。日当たりが良く、そば畑が道路脇に広がっています。庭の裏には水車小屋があり、水車の動力でそばの実をひいています。すいません。ちょっと映させていただいてよろしいですか。どうも。すごいですね。石臼で丁寧にひいたそば粉はきめ細やかで香りが立ち、喉越しが素晴らしい。ありがとうございます。森のそば屋の美味しさの秘訣、ただ石臼引きだからとか打ちたてだからだけではありません。他のそば屋と何かが違う。それはそばをこねるときにあるものを混ぜています。何だと思われますか？答えはお豆腐なんです。木綿豆腐をつなぎとして混ぜることにより、つるつるまろやかでもちもちとしたそばが出来上がります。通常のそばとは異なる独特の食感と風味、大豆タンパクのうまみが味わえるのですね。美味しいだけでなく、カルシウムやルチン、栄養価の高いそばとなっています。一度食べると、あ、ここのそばは特別だとすぐにわかる。そんな唯一無二のお蕎麦。そんな江刈川のお蕎麦を愛したある有名人がいます。それは野球界の生ける伝説、王さん。店にはサイン色紙も飾られています。同じく野球界のレジェンド、衣笠さんや山田さんと共に1983年、
葛巻球場オープンセレモニーに出席された時、グリーンテージ葛巻に宿泊されたのですが、その時の食事に蕎麦を提供したのが、今は森の蕎麦屋を経営されている高家さんでした。王さんがまた食べたいと注文なされ、衣笠さんたちもそれを知って、ずるい、俺たちも食べるといったくらい、この蕎麦が好まれたそうです。高家さんのお名刺をいただきました。蕎麦文化を守ろうと、身銭を切って水車の建て替え費用を負担し、地域ぐるみの運動へと発展させた立役者が高家さんご夫妻なのですね。ざるそば来ました。ざるおろしそば来ました。やはり私は冷たいざるそばが一番好きです。そばのうまみを味わうには冷たいそばが一番。薬味はもみじおろしにわさび、そしてネギ、全部入れます。大根おろしはそばの香りをより爽やかにしてくれます。夏バテしたりして食欲のない時でもこれならつるっといけますね。水車そばが来ました。日替わり小鉢と漬物、ミニ雑穀ご飯がついているセットですね。ざるがなくなったらあったかいそば持ってきます。ありがとうございます。ざるそばを食べた後に温かいそばも出てきます。七味唐辛子をかけて、どうもとろろそば、あったかいの。山芋の粘りとそばののど越しが抜群の相性。薬味のっけて、ホッとする昔ながらの味わいで、需要が欲しい日にぴったりです。はい、どうも。山菜そばです。山菜そばはふきとわらびが入ってます。その日によって採れた山菜が楽しめるのでしょうけど、春の山の香りが楽しめる一品です。薬味をのせて、そばつゆをかけます。大根の漬物、コリコリ歯ごたえがあって美味しい。ご飯と一緒にいただきます。これお茶飲んで、これで飲むのが美味しいと思います。ありがとうございます。そば湯が来ました。そば湯はストレートで飲んでも、そばを食べた後のそばつゆを割って飲んでも美味しいです。塩分の摂りすぎを気にするならストレートで飲んだ方が良いでしょう。そこに溜まっている最後のがまた濃厚なんですね。
健康に良さそう。おかわりがまた来ました。そば湯に含まれているルチンは毛細血管を強くし、抗酸化作用にとても優れています。ストレートで飲みます。健康に良いので何杯でも飲んでおきましょう。甘味噌。はい、どうも。田楽餅。素朴な杵つき餅に味噌を塗り、炭火で焼いた昔ながらの味。小麦粉とそば粉で作った2種類があるようですが、そば粉にしました。もう巻かないで熱いうちに。はい。きのこそば。何だろう。これは何のきのこですか？かっこいいです。かっこいいです。ああ、風味がすごい風味がある。この辺りで一番最初に採れるきのこですね。地元で採れたきのこを使った季節もの。きのこのうまみとそばつゆの相乗効果で体の芯まで温まります。薬味を入れて、天ぷらそば。地元の野菜を中心に素材の甘みがしっかり引き立つかき揚げ。温かいそばにのせて食べると良いのでしょうけど、ついつい先に食べちゃいました。森のそば膳。森のそば膳は冷たいそばと温かいそばと両方楽しめるんです。塩焼き川魚と煮物に日替わりの小鉢、大根の漬物にミニ雑穀ご飯の豪華セットです。ヤマメの塩焼き。ヤマメは渓流の女王と言われ、甘みがあり、川魚特有の臭みがなく、繊細で上品な魚。いろりでじっくり塩をつけて焼いたヤマメは皮がパリッと、中はふんわり。頭からかぶってきます。頭から食べることができました。薬味を入れて、大根の煮物。味噌だれが美味しそうです。豆腐に大根の漬物。大きく輪切りにされた大根は程よい塩気と甘みで、そばにもご飯にもよく合います。ごぼう。ちくわ。人参。練り物。
甘め。尻尾だけ塩がたくさんついてしょっぱいので食べないでくださいということでしたが、全然大丈夫でした。稲きびご飯、山目で食べましょう。雑穀ご飯は稲きびが混ぜられていて噛みしめるほど甘い、冷えても美味しいご飯です。豆腐田楽、炭火で焼いた豆腐に甘味噌。美味しい。久慈の地域で食べるお豆腐と比べて若干食感が柔らかいように感じました。特に焼きたては美味しいですよ。はい、ありがとうございます。温かいおそば、薬味を入れてそば湯、濃厚でとろみのあるそば湯は最後の締め。そばの栄養と香りが詰まっていて体にスッと染みていきます。昔の日本では水の流れるところには必ずと言っていいほど水車がありました。田んぼの近く、川のせせらぎの脇、山あいの小さな集落、精米や製粉の動力として暮らしを支える大切な存在でした。実は妻の実家にも水車があったそうです。しかし水車の管理というのは想像以上に大変です。水が少ない日は水が多く流れるよう石を積んで水路を調整。逆に大雨で水量が増えると今度は水車が壊れないように水路を変えて水を逃さなければなりません。まさに自然と向き合いながらの毎日の作業。そんな苦労もあり、多くの水車は壊れたまま放置され、いつしか撤去され、全国から姿を消していきました。そんな中、森のそば屋さんはその伝統を守り続けている貴重なお店なのです。水車を使ったそば引きのお店はもう珍しく、日本全国探しても見つけるのが難しくなりました。しかしこの江狩川では今も3台の水車が現役で動いており、昔ながらの製法で美味しいそばを提供しています。そばかっけやそばがきは今は提供されていません。もしどうしても食べたい方は3日以上前に予約注文しておかれると良いでしょう。江狩川周辺のスポットもご紹介いたしましょう。森のそば屋から西南方向へ1キロちょっと行ったところにあるくず巻きジェラートクローバー畑。食後のジェラートを楽しみました。くるみ、これくるみね。くるみ。はい。でもう一つね。
栗、はいどうも、ブルーベリー、北東方向へ行くと岩手くずまきワインがあります。赤ワインを買って帰りました。墨の資料館に寄ってみました。墨の風鈴、墨って良い音がするのですね。いかがでしたか？文化遺産級の昔ながらの製法でそばを作り続ける森のそば屋、極めて貴重な存在です。ぜひ皆さん食べにいらしてくださいね。そしてさらに足を伸ばして久慈のマッサージオリエンタルへもお立ち寄りください。久慈から美味しいレシピと情報を発信する昭和レシピチャンネル、気に入っていただけましたら登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。お店を取材してほしいという方やコラボも募集しています。お気軽にご相談ください。それでは新年2026年もよろしくお願いいたします。良いお年を。んでやまだなす。nos vemos。チャウチャウ。